格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。大会シーズンも一息ついたけど、なんか新キャラとかアップデートとかいろいろ大変で、格ゲーマーも休んでる暇ないよね。確かに、マスターも毎回技の名前とか覚えたり大変じゃないですか？その大会の前の日とかにそのゲームのことを覚えるようにしてます。一夜漬け、これを繰り返してやってます。すげえ、一夜漬けだったんだ。そろそろお客様が来そうな予感がします。いつかち何言ってんだよ、まだまだこんな。いや格ゲー護身の2人いた。こんにちは。今夜は格ゲー護身と呼ばれるお二人がご来店。そのテクニックで見る者を魅了する格ゲー界のファンタジスタサコ選手。黎明期から活躍を続け、さまざまなゲームでその名を轟かせてきたトッププレイヤーです。そして灰谷選手、17歳で全国大会闘撃優勝。以来エボをはじめ数々の大会で活躍し続けるこちらもトッププレイヤーです。それ以上にもともと同じゲームをこうやられていたと聞いてます。やっぱこの2人を語る上でヴァンパイアセーバーというゲームは外せないのかなと。今から16年前、結構ね強かったんですよ。強くて知ってますよ。知ってますよ。結構自信あって、ここもね、バレッタのちょっと練習しようかなと思って、大阪にある梅田のモンテカルロっていうゲーセンに俺がやろうかなと思ったら、もうすでにやってる子がおって、対戦だやから、買ってどいてもらおうかなと思って、それでね何回もやってても勝ったり負けたりで結構いい勝負っていうか、なんか若干負けてるような気がしてきて買ってました。ちょうど知り合いがいたんで「あの子誰か知ってる?」って言ったら「灰谷っていう子ですごい強いから遊んであげて」みたいな感じで、もうすでにもう俺散々遊ばれてたんですよ。灰谷さんはその時のこと覚えてます？その多分1年前ぐらいに僕セーバー始めてたんですよ。でその時点ですでに佐古さんってすげえ有名で、あこれが佐古さんかっていうので初めてその時認識して思ったよりいけるなっていう。やばすぎるみたいなのがそれが初対面かな。それは闘撃のちょっと前っていう。前ですね。ちょっと前です。闘撃もその2人ともかなり上位成績というか、灰谷さんが優勝、佐古さんはトップ4。もう一回勝ったら灰谷と対戦やったけど、その一個手前で負けちゃって、そのことをずーっと言われるから。佐古さんって当時佐古さんにしかできないんじゃないっていう超難易度コンボを実戦で決めてたりして、僕もやっぱキッズだったから「いや佐古神」って言い続けてたからね。そうなんだ。やばいって、それを倒したのみたいな感じで灰谷さんが出てきたっていう。そうですよね。お二人は昨年12月に開催されたチャリティーイベント第9回トパンガチャリティーカップに出場。マスターも言ってらっしゃいましたよね。そしていつかちゃんも言ってましたよね、トパンガチャリティーカップ。私チーム金っていうところに入れていただいて、梅原さん、佐古さん、もっちさん、ぼんちゃんさんと同じチームで優勝しました。なんで超古いよ。いやもうすごい羨ましい。いやもう本当びっくりしたよ。ツイッターのもう速報的な感じでいつか優勝っていうの見て、いやそんなバカなってなバカなと思ったらマジだと思って。そのゲームに対してなんかタイミングが大事だとか度胸が大事だとかって改めて学ばせてもらった大会になって、めっちゃ面白かったです本当に。ゼップダイバーシティ東京にて開催された第9回トパンガチャリティーカップ。大会は 5on5 形式で行われ、プロアマ問わず総勢1231名のプレイヤーが参加しました。そしていつかもお疲れ様です。ちょっと下手くそなのは変わりがないので、私なりに精一杯めちゃくちゃ楽しもうと思います。今年で9回目を迎えるチャリティーイベント。参加費や寄付金は日本赤十字社に寄付されます。そしてフロアは格ゲーを愛する人たちであふれ、会場内はものすごい熱気。あら、ベガさんが戦っております。本当の大会よりもフランクな大会で、どこを見ても笑ってたりすごい楽しそうです。いつかはチーム金に参加。メンバーはそうそうたる顔ぶれです。参加者は世界で活躍するプロゲーマーから女性プレイヤー、ゆるキャラまで幅広い層のプレイヤーたちがイベントを楽しみました。
そしていよいよいつか選手の出番が。彼女にとっては大会デビュー戦、どこまで戦えるのか。頑張れいつか。おいいよ、いいね。今まで教えてもらったこと、練習してきたことを全力でぶつけます。前線しましたが惜しくも敗退。足めっちゃ震えてます。本当に最初そうなんだよね。ドキドキしました。本当に。でも楽しかったです。その後も結果が出せずに苦しむいつか。ボンちゃん選手をはじめチームメイトの皆さんにアドバイスをもらいながら頑張ります。なんかやりたいようにね、まずはやればいいと思う。わかりました。一方で快進撃を続けるチーム金。梅ちゃんっぽかった今のは。特に佐古選手はこの日絶好調。5人抜きを2度も決める活躍でチームの決勝進出に貢献します。決勝の相手は有名プロゲーマーが集結したシノビズムゲーミング工藤。その初戦いつか VS 灰谷選手。灰谷選手が圧倒的な強さを見せ勝利。その後一進一退の攻防を繰り返す両チーム。勝負は大将同士の対決へ。ついに決着の時。メナトを使う佐古選手は最初のラウンドをパーフェクトで勝利。続く第2ラウンド。これが重要です。ただ危ないぞ。1当たらず1だぞ。冒険あるのか。空対空ドリルが当たってこれは一気にいった。優勝はチーム金。佐古選手 YHC もち選手は大会3連覇の快挙となりました。この大会でものすごく学ぶことも多かったですし、優勝ありがとうございます。佐古さんと俺ともちさん合わせたら120歳ぐらいですからね。すごいプレーがかっこよくて、みんな安心感を持ってプレーできました。協力し合ってっていうか、その足りないところを補い合ってうまいこと勝てて、それが全部機能してこういう結果になってよかったと思います。最後フィニッシュ決めれてすごい気持ちよかったのと、また来年もねぜひ出場して優勝狙いたいと思います。応援のしがいのねあるプレーがすごい見えたので、声も出してて面白かったですし、ありがとうございました。ありがとうございます。今お互いをどんなプレイヤーだと思ってこう見てますか？当時、俺がその初対面で会った時、灰谷君まだ高校生だったけど、今でもプレースタイルが変わってないから、俺としてはすごい嬉しくて、いいライバルかなっていう。そうなんですね。灰谷さんからして佐古さんってどんなプレイヤーですか？やっぱりそのプロゲーマーとしてのプロゲーマーですか、ゲーマーとしてのすごいいい先輩みたいな感じですね。お子さんとか生まれるのが早くて、でその今ゲーマーっていうその私生活のやっぱ両立って結構難しいじゃないですか。佐古さんは結構そこをやってる人で、それがすごい自分にとってはいいその見本みたいな感じになってて、2人ともその関西かつパパプロゲーマー。お子さんがプロゲーマーになりたいって言い始めたらなんて言います？でも大変やけど、俺を見てなりたいって言うんやったらやってみたらと。修羅の道すぎる俺を見てやりたいんやったらそう結構根性あんなっていうのでやってみたらって。いやで好きならいいと思うんですけど、ただちょっと健康に気を使ってほしい。気になるゲームってやっぱ家でこうあってやるもんなんで、友達も作ってほしいし、そういうところはちょっと心配にはなる。真面目なそれ自分はどうだったの？
っていう。ご自身の経験からですか？ゲーセン行ってたんで、ゲーセンはまだそこでコミュニティがあったりとか、友達さえいればいいって俺考えたんです。周りに人がいればなんとかなって考えなんで、今ってオンラインなんで家でこうずっとオンライン対戦とかはちょっと心配かなっていうのはちょっとあります。分からんよな。全然分からない。その時誰か分からないです。うわやっぱ話聞いてて、しかも格ゲー越しに2人いるんだから、僕ゲームやりたくなっちゃったんですけど、マスターありますか？あります。ケリー。今週のゲームはストリートファイター5アーケードエディション。まずは歌広場が憧れのレジェンド佐古選手に挑みます。プロとして絶対勝ちたいと思います。お気づきでしょうか、僕若干震えてます今。右手がずっと震えてるんです。僕にとって佐古さんってめっちゃすごい人なんで、ちょっと本当になんか技食らうたびにありがたやって言いたいと思います。すごいアメージュン。すごっ。ちゃんと並んで対戦できんだもん。ということで始まりましたエキシビションマッチ。1P 側がメナトを使う佐古、2P 側が剣を使う歌広場潤となっています。メナトというキャラクターはいつかちゃんもコマンガチャリティーカップで見たと思うんですけど、このようにオーブを飛ばしたりオーブを使ってリーチの長い攻撃をしたりする遠距離型のキャラクターになっています。そして今回佐古が選んだのは V トリガー2ですね。デフティの審判というビットを集めて相手に飛ばしていくという技を選びました。歌広場さんが V スキル2を使ってるのが結構気になりますね。剣の流線脚という浴びせ蹴りですね。これを使うことで連続型のダメージを伸ばすことができるという V スキルになってます。うまい対空太陽の守護者でリードを奪っているのは佐古。このように1回オーブを設置するとそこからいろんな攻めを繰り出すことができるんですが、まず投げていくのは歌広場。ただこの画面中央でのいわゆる立ち回りの部分ではこのメナト非常に強力ですから、画面足にこの歌広場は追い詰めないといけません。もうそろそろ画面足が近づいてきましたが、いやここで敵の審判を発動して大きなダメージをすげえ減ってるぞ。しかもオキゼルスキルありがたやありがたや。終始うまく距離を支配した佐古選手。 V トリガーを絡めた華麗なコンボもお見事。ありがたや。剣の得意のその画面足の攻めっていうのは展開できませんでした。やっぱり足に追い詰めないとメナトに近づくのは難しいか。ハーメンキックからさらにゲージを使って攻め立っていきます。ソウルリフレクトで飛び道具をですね吸収しながら技を打っていくことで一気にこの加工がですね歌広場を画面足に追い詰めていく。おっと戻ってきたオーブに当たってしまいました。歌広場かなり苦しい状況です。スタンまで持ち込んだ髪なし。ここはオーブを設置してさらに攻め有利な状況から投げていく。歌広場どうする。ここは V トリガーで逆転の一手にしたい。おっと V スキルが変わっているのでコンボが難しいか。だが立ち上げキックからパワーアップで一気に倒していった。ありがとうございます。エキシビションマッチ佐古。メナト戦がやり慣れてないなっていうのがまず第一印象で、やっぱりメナトっていうのはすごい中間距離が強くて、相手の接近を拒否するのがすごい強いキャラなんで、まあそこがうまいこと機能したかなっていう。なるほど。潤君どうでしたか。ボコボコにされた上にガチダメだし、さすが神です。ありがたや。神との戦いは続きます。歌広場 VS 灰谷選手の一戦。まあ今まで負けたプロゲーマードグラ君だけって聞いてるちょっと詳しいですね。ドグラさんもすごかったですよ。ドグラ第2号にならないように頑張って灰谷対歌広場潤がスタートです。1P 側がこの灰谷が使うララというキャラクターなんですけど、これもいわゆる投げ技なんかを得意とするキャラクターで接近戦が非常に得意ですね。特にそのサンダークラップっていうその飛び道具というかそのビリビリするなんか壁みたいなものを出すんですけど、これすごいゆっくり飛ぶのでこれを使った戦はめちゃくちゃ強いです。まずは序盤戦で灰谷が一気に体力差を作っていきました。優先脚カウンターヒット。もう少しで歌広場の V トリガーがたまりそうな状況ですが、ために行こうというところ空振りを捉えた。EX サンダークラップを絡めた攻めが非常に強い。上から対空しっかり中盤地からのサンセットウィル投げ技いったぞ。 V トリガーを発動してダメージに変えていきます歌広場。しかもゲージが止まりそうです。おお来たどうだ。優先脚
うわまだ残っているまだ現場からまだあるどうなるまだ攻めてくる最後は中足怪しい。分かんなかったな今の。何か当たっていれば歌広場側もクリティカルアーツで倒し切るということができたんですけれども相手には見事に耐えました。出来上がりは立ちパンチから裏に回ってるこれ非常に見づらいここは打っていく無敵技相手の攻めを捉えてきました。サンセットフィール投げ技ジャックが非常に間合いが広がりました。おしゃがみ中キックから EX 竜巻旋風脚さらに V トリガーを発動して有利な状況お投げを誘って優先脚いろいろあった上からあーっと難しいとこどうだまずはあるボルトチャージ置き攻め有利な状況からっている心の甘さが。はい谷の勝利ここしのげなかったらやばいなっていうところはいくつかあったんですけどそこなんとかしのげたんで、よかったですそして潤くん V スキル2ですよ立ち強パンチから V スキルを入れ込んでいけません知識として分かってはいるんだけど、あ実践でやるとーやってしまった。ありがとうございました。お待ちかね若かりし頃からのライバル同士佐古選手と灰谷選手の対戦です。まあ、佐古さんとも何回もエキシビションやってるんですけどそうですよねテレビでは多分初お対戦なんで、ここはもう勝ちたいと思います。ここ負けたらねまたしばらくずっと言われるんで絶対勝ちたいはい人間はタコは今回影というキャラクターを使用しております。竜や剣なんかにも結構技が近いんですけどこの影は波動拳が飛ばずにこの灼熱波動拳を使わなくてはいけません。その分その近距離での攻めっていうのが、剣なんか以上に強力な動きが可能になっています。灼熱からの攻めに持ち込んでいくのは佐古だがそこに対して無敵技熱殺豪昇竜そして打撃これが非常に減ります。空撃陣からの昇竜拳でスターまで持ち込んだ。ここはコンボ補正がたくさんかかっているのであーこれ見えないめくっている。まずは佐古画面端に追い込んでからの強力なコンボ最後は置き攻めめくり攻撃で一本どうこう惑わせましたね。でララというキャラクターは V トリガーが V ゲージが3本ないと出せないキャラクターなんでああいう風に V トリガー発動できずに負けてしまうっていうのが一番嫌なパターンなんですがうまくこの試合の流れを作りました。歩いてからのジャックサンセットウィール佐古は全てのゲージが埋まっているここで V トリガーを発動したのは佐古バックステップに逃げています、V トリガーは1威力が有利な状況を作って打撃で攻めていくのは相手にヒット確認タッチコパンチが当たったのを見てから中のサンダーボルトにうまく打撃を挟んでいった灰谷選手最後はヒット確認からの連携で KO です。お互いにラウンドを取り合ってラウンド3これが決定戦となります。 EX3 セットより投げ技起き上がりに対しては下段ここはガードしかしジャックパンチでうまく暴れている。さらに有利な状況を作るが無敵技で切り返していくのは佐古の影です。上からあったこの若干空中からの軌道を変化する技で対空を返しました。バックステップしている発動してこれは大きなダメージにつながるぞ。 EX16 陣から赤兵がめっちゃ減ってる2ゲージコンボ画面の端に追い込みました。ジャンプで逃げるのは灰谷しゃがみ台キックでダウンを奪う。お互い体力差はありませんが灰谷には V トリガーがある状況です。どう使っていくか。そしてそろそろタコの V トリガーはタイマーが切れそう。アシュラセンク2キックから発動していくのは灰谷一旦から有利な状況うわーやりすぎだどうなるか上から EX サロンどんどん追っているエキシビションマッチ勝者灰谷嬉しいです半年我慢しますマスターはめこに試合の決め手となったポイントを聞いてみましょう。3ラウンド目佐古の超絶コンボを食らった後の灰谷の画面端からの脱出です。3ラウンド目お互いにいいプレーがたくさん出たラウンドでしたよね。鉄筋戦で暴れられたところが結構負け筋に、結果としてはこれですよねなっちゃったっていう、影側としてはもうちょっと波動拳打って動かしてもよかったかな、ここ佐古さんのこのコンボはですね投げの空振りに対して V トリガー発動することでダメージ要素をかけることなくとんでもないコンボを決めたんですよ。コンボではなくて発動してからのコンボっていうバックステップで投げをかわされた後その隙を突かれ一気に体力を削られます。
画面端に追い詰められた灰谷選手はかなり厳しい状況に。ただその後にこの灰谷がジャンプ強キック逃げましたね。ヒップアタックで逃げたんですが、このヒップアタックに意味があるんですよね。その飛距離を普通の技より稼ぐというテクニックがあり、それでより画面の中央に相手から逃げれるという。超絶コンボですごく灰谷側が一気に劣勢になったんですけど、スタンすることなくジャンプ強キックで逃げることができたからこそ逆転というかつながったっていう感じですね。なるほど。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。最近どうですか？ネット対戦を始めまして、スーパーブロンズまで上がれたのはいいんですけれども、ありがとうございます。最近よくオンライン対戦で練習しているいつか。実は悩みがあるそうです。絶対に私の強パンとかが当たらない位置の影がいらっしゃって飛ぶじゃないですか。対空される。絶対自分から向かってこないんですよ。で向かうとやられるっていうのがあって鬱陶しかったです。切れました本当に。そう、私は怒ってるんだぞっていう。相手に待たれるとうまく戦えない。今回はそんな悩みをフード先生に解決していただきます。格闘ゲームって結構じゃんけんみたいに言われてるんですよ。でじゃんけんでどうやったら勝つのがいいのかって言ったら後出しじゃんけんで勝つのがすごいいいんですよ。でそれを知ってたのがその影使いの人なんですよ。何もしてないのに勝手にじゃんけんポンって勝手に飛んでくるやつがいて、それを見てから落とすっていうやつをやってて、じゃあそれに対して答えは何なのかって言ったら歩いて寄るっていうのがすごい重要なんですよ。フード先生の答え、それは歩いて寄る。ステージって無限じゃないんですね。で待つっていうのも無限にできないんですよ。プレッシャーをかけると気づいたら相手が画面端に到達するんですよ。そうするともう待てなくなるんで、多分こういう状況で届かないってあったと思うんですけど、この状況で飛んだ時に多分昇竜拳打たれちゃうんですよね。そうなんです。で対策ですごい重要なのが、相手の一番リーチの長い技を知ってるのすごい本当は重要なんですけど、例えばここにいても大パン振ってもらっていいですか。ここにいてもどうせ当たんないじゃないですか。はい、で一番リーチの長い技の外にいればぶっちゃけどこでもいいんですよ。なるほど。で近ければ近いほどよくて、だったらこう寄ります。そしたら影が多分嫌がって下がるんですよ。でまたこう寄るみたいな。怖くないんですよ。だんだん全然怖くない。こっちはリスクなくこう実はこう寄せるんですよ。寄れるんで。でここまで行ったら下がれなくなるんで、この大パンとかこういうのはすごい強くなるっていうの感じなんですよ。焦って攻めないでこう寄るっていう、にじり寄るっていうのをやんないといけないんですよね。待つ相手には歩いてプレッシャーをかけて画面端に追い詰めるべし。基本的に画面端って行ったら地獄なんですよ。で追い込んでる方がすごい有利なんで、そこを目指すともしかしたらいいかもしれないですね。次ぶち当たったらちょっとやります。ありがとうございます。はい、ということで、格撃室ハメ順そろそろ閉店のお時間となります。幸せでした。ありがとうございます。まあ灰谷が俺のことをどう思ってたんか聞けたら嬉しかったしまあちょっとね直接対決が負けちゃったけどすごい楽しかったです。また遊びに行きたいです。佐古さんとその、古い付き合いでまさかこうやって一緒にこういう番組とかに出させてもらえるとも思ってなかったんで、結構そのテレビっていうのちょっと緊張してたんですけど、来てみたらみんなワイワイただのゲーマーの集まりやんけみたいな感じですごい和気あいあいとリラックスしてできてすごい楽しかったです。ということで、本日のお客様は佐古さんと灰谷さんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。今度は俺ともチーム組んで。次回は発売が待たれるギルティギアストライブを先行プレイ、そしてエボジャパン2020を大特集。